こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、蒙古タンメンの辛うま飯を食べたいと思います。なんかちょっと前髪が長いですね。止めようかな。どういう、あれが今の止め方なのかな、最近の。そもそも前髪を止めるという行為は、はい、皆さん、これはね、おしゃれでやってるわけじゃないですからね。前髪がうざいから応急処置でやってるだけですからね。ちょっともうこれがいいと思ってたってやってないんで、はい、言い訳がすごいですね。もう髪の毛そろそろ切りに行きたいです。はい、今日はですね、蒙古タンメン中本の辛うま飯を食べたいと思うんですよね。私多分蒙古タンメンシリーズ結構やってきてるんですけど、この辛うま飯は初めて食べると思います。でも普通には結構食べたことあって、中本がご飯になったって美味しくないわけないじゃないですか。普通に好きだと思って食べてました。今日はなんでこれをね食べようかって言ったら、ちょっと前に料理家のリュウジさんが考案したレンジで作るペペタマっていうのを作ったじゃないですか。で、私そのリュウジさんのツイッターをフォローしてるんですけど、今日つぶやきで見たんですよ。いや、蒙古タンメンの辛うま飯に避けるチーズ1本裂いて入れてめっちゃ混ぜると飯とチーズが一体化してとてもうまかった。この世の罪を全て詰め込んだ味がする。ものすごく悪いことをしたくなった深夜にこれをやれば犯罪抑制になるのではって言ってますね。だいぶ壮大なつぶやきになってますね。これを見てですよ、もう食べたいと思って、今すぐにこれを食べたいと思って、もう速攻にセブンイレブンで調達してきました。もうこれね、すぐ行かないとこのリュウジさんがつぶやいちゃったから、これから品薄になりますから、もう私が動画公開している頃には皆さん食べられないかもしれないです。でも私10個この買い占めた時はまだそんなにまだ情報が蔓延してないから買いました。セブンイレブンにもまだ在庫がありました。ちょっとね、天才ですよね。料理がそんなに上手じゃない。でも美味しいものは大好きだ。そういう私たちからしたら神的な存在ですね。じゃあね、10個まとめて作っていきたいと思います。どうやって作るのがいいかな。こうね、一個一個作るのがいいか、私はまとめて作るのがいいかっていうことを悩んでるわけです。はい、決めました。大きなお皿にまとめて作ることにします。その方がね、この動画的に見た目もね、いいですよね。これちっちゃいところでこうやってたらちょっとわかんないですもんね。私の撮影技術じゃ。私の動画では一番の登場回数が多いと思われるこいつの登場です。今日もちょっと最近私さ、ガラスのコップにさグラちゃんって名付けたじゃないですか。こいつにも名前つけてみようかな。ちょっとね、痛い子みたいでね、そういうことしていかなかったんですけど、みんなにね人気が出てほしい。このお皿にもどうしようかな。そば打ちのお皿なんですよ、これ。いや、もう今は考え編集の時は思いついたらちょっと書いとこう。で、皆さんもね、思いついたら教えていいのがあったら使わせてください。はい、でこちらが蒙古タンメン中本の辛うま飯です。これはね、麺じゃないんですよ。蒙古タンメンのご飯バージョンが出てるわけですね。はい、おなじみの店主の白根誠さんがここにいらっしゃいます。おなじみですね。ちょっともう親の顔より見たかもしれないですね。それはちょっと嘘ですね。で、まずは辛うまオイルを外します。そして蓋を開けます。通常ならばここにお湯をジャッて入れて作るわけです。250です。日本のインスタントはだいたいこのお湯の量変えてくれとるからね、ありがたい。で、今日私はもう10個まとめて作りたいんで、この中に全部入れていきます。じゃあキャベツとかお豆腐とかね、ひき肉が入ってます。あ、おかげさまで創業50年って書いてある。嘘、60歳以上ってこと？嘘美魔女の男バージョンってなんていうの？サラサラしとって気持ちいい。これ絶対 ASMR になりそう。これ私頑張ります。皆さん大変です。速報です。これリュウジさんから情報が入ったんですけど、これね、大盛りでやるならで途中でレンチンした方がいいって教えてくれました。なんてありがたい神ですかね、本当に。これね、レンチンできないんだ違うやつにしよう。危な。君は辛うま飯を9個入れるということを手伝ってくれたね。ありがとう。これちっちゃいかな250、ここから 2.5 リットルのお湯を入れないといけないんだ。難しいかも。 2.5 リットルのお湯入らんでしょ、これ。あかん。わかりました。2回に分けて作ることにします。蒙古タンメンもね、こんなにたらい回しにされるとは思わなかったでしょうね。AMSR 取れた。ちっちゃいボールしかない。あ、やばい。どれぐらいの量に分けてるのかよく
くわからん。次に裂けるチーズを裂いて入れます。裂いていきましょう。炊くという行為はね、そもそも楽しいはずなんですけど、さすがに10本ね裂かされるとね早くってなります。服ってめっちゃ裂かんといけんのかな、やっぱり。悟りが開けそう。裂けるチーズ裂ける機械作ってくれんかな、誰か。こういう時こそ YouTube ですね。 YouTube を見ながら裂きましょう。とりあえずね、もうパッキングは動画にすればいいと思ってる。もういつの間にか YouTuber ということで、うちの今や進まん今日。はい、裂き終わりました。で、裂いたらお湯を入れます。で、蓋をします。普通に辛旨飯を作るのと一緒で5分待ちます。5分待ったら全力でかき混ぜてくださいってあります。全力です。おそらくここが重要ですね。全力ですってその後もう一度言ってみます。全力でかき混ぜましょう。2つに分けたからレンジ行かなくてもいいかもしれないですね。どうかな。はい、5分経ちました。全力で混ぜます。これでいい感じにならんかったらちょっとレンチンした方がいいんでしょうね。おー、チーズが溶けとるけど。やっぱレンチンした方がいいかな。溶けてるけども、ちょっとリュウジさんの言っている通りちょっとレンチンしてみよう。でもちゃんと溶けとるから大丈夫かなと思うけどな、これ。美味しそう。絶対これで大丈夫でしょ。でもちょっと固まってる。チンしよう。もしかしたら全力が足りなかったかもしれん。チーズを一体化させるための全力ですよ、皆さん。作るときみんなも全力で混ぜてね。こっちの方が全然だもん。やっぱちょっとお兄さんの言っている通りやっぱりチンした方がいい。全力です。チーズをね拡散させるのが目的だと思うんですよ、この全力はね。ほらほら、めっちゃ美味しそう。やばやばい、これは美味しい絶対。やばい。このねレシピでね重要なことはね全力です。全力が大事でした。こういうことだったんですね。わお、やばい、リゾットみたい。わあどうしたどうしたどうしたんだ。全力です。泡立て器とかがいいかも。まあ一人前で作る場合は絶対いらんけど。はい、じゃあ出来上がったら次最後オイルをかけます。私さ、このテーブルの上に食べ物が冷めなくなるためのウォーマー的なやつが欲しいよね。今さ、これさ冷めたら絶対チーズがさ美味しくなくなるやん。だから私ね今冷房なしでやってます。暑いです。なんて名前なんだろう。検索の仕方がわかんないんだよね。欲しいものがある時って。じゃん、完成です。結構重たい。うわ、辛そうな匂いがします。もうこれチーズがめっちゃ伸びててめっちゃ美味しそうだった。ちょっともう早くも食べたいと思います。いただきます。わー、絶対これはうまいやつ。でもこの辛いオイル混ぜんと大変なことになりそう。細かくさチーズが伸びてるの見えるかな。めっちゃ美味しそう。美味しい。想像のはるか上に美味しい。いや、私ねこの蒙古タンメン中本の辛うま飯、辛いの好きだけど甘辛とかが好きじゃないですか。だから絶対これ食べるときチーズとか卵大量に投入して作って食べてたんですよね。もうちょっと熱い辛いし熱いしもうダメ無理です。それでだからまあそんな感じの味かなと思ってたんですよ。裂けるチーズすごい。いや、なんか違う。今まで私がチーズ作って食べとったのと全然違います。だからなんか裂けるチーズすごい早口。裂けるチーズってなんか弾力がありますよね。アリゴの時もさミヨーンって伸びたけど、だからそこがまた普通のチーズを作った時と違って、で全力で混ぜたから細かくお米に絡むからさらに美味しい。辛いけどでもねチーズが入ることによってまあ私はいける辛さになりますね。でもまあまあ辛いんでちょっとね辛いの苦手な人は注意した方がいいです。
美味しすぎる。これは本当悪魔ですね。悪魔レシピです。たまらない。この蒙古タンメン中本辛うま飯自体が美味しいんですよね。チーズが入ったらさらに美味しい。ね、お野菜はね、キャベツとかね、キクラゲとか入ってます。なんやこれ、美味しい。やっぱ避けるチーズって偉大ですね。わー、めっちゃ美味しそう。でもこれ発見した人すごいですよね。もう避けるチーズがさ、こうやって溶かすとこんなビヨーンって伸びるっていう売りじゃなかったじゃないですか。避けるチーズ、避けるチーズの売りは避けるよってことだったじゃないですか。熱を入れたらこんな感じになるって、もう副産物なんでしょうね。棚からボタン持ち的な。美味しい。なんか私アリゴの時もね、確かにちょっと温度低かったんですよね。10人前とかでもうまく作る方法ってあるんですね。考えることは大切ですね。でもそんなに長い話でもなかったからメインでいいかも。キクラゲの食感がいい。めっちゃ美味しい。この辛豆飯って辛いソースがご飯にこう絡んどってリゾットっぽいんですよ。でそこにこの避けるチーズの弾力が加わってもうさらに美味しくなってます。で、そうすごい辛いからチーズの味でマイルドにもなりますしね。めっちゃ美味しい、マジで。なんかこれはね、韓国の人に食べてもらいたい。めっちゃ美味しいから、なんか辛いものはさ、やっぱ韓国な感じのところあるじゃないですか。こんなうまいものあるんだよっていうのをぜひぜひちょっとやってもらいたい。日本で生まれたものを海外の人がどう思ってくれるかめっちゃ気になりますよね。海外の人がさ、喜んでくれるとさ、嬉しくない？日本の人とかが喜んでくれるのももちろん嬉しいんやけど、なんか国境を越えたっていう喜びびっくり。そこのプラスアルファがね、嬉しいですよね。人に喜んでもらえることは基本的に嬉しいですね。幸せです。ちょっと冷めてきたでチーズの弾力が強くなって、これはこれで美味しい。お腹がほかほかしてきた。はい、もう美味しくって全然このまま乾燥できるんですけど、私はここでね、神のアレンジをぶっ込みたいと思います。ちょっと前ラッポッキの動画出したじゃないですか。あの時に最後ご飯の締めの時にやったアレンジがもう超絶美味しくって、もう私はショックを受けたわけですよ。で、今日のこれにも絶対にあのアレンジ合うというわけでやりたいと思います。はい、使うのはごま油と韓国海苔です。ちょっとうちにはね、このヤンバンさんからいただいたありがたい韓国海苔が大量にあるんですよ。もう韓国海苔はね、いくらあっても困らん。ちょっとちっちゃくしてきました。この器がね、もうちょっとさ、こうお椀っぽかったらここでこう潰せるんだけど、ちょっと浅いやつ使っちゃった。ごま油をたら、辛いものとごま油って合うみたい。明太子もごま油ってすごいよく合っちゃったし、そういうこと。ほら見ー、これもうちょっと美味しいわ。これ考えたの誰？そう、これね、私のアレンジ加えたとか言って、これもね、教えてもらったやつですよ。職人なんですよ。職人っていうのは発明できないわけなんですよ。でもその発明と発明をこう応用して使ったりすることは多分得意なんですよ。ちょっと日本人ってそういうちょっと感じの人が多いんですかね。そういうの得意ってよく言われてる気がします。はい、まあそれはそれで。めっちゃ美味しそう。もうこれはうますぎるよ。本当に美味しい。こうやって混ぜして食べよう。ごま油がたっぷりがいい。これちょっとしなっとなった海苔がまた美味しいんですよね。見て。みんなぜひやって。私が考えたわけじゃないけど、両方。
いただいたんでね、ここに置いておきましょう。韓国海苔についた塩があるじゃないですか。でその塩味が加わってね、もうさらに美味しさ倍増です。韓国海苔買おう。海苔ってさ、美味しいよね。韓国海苔も大好きだけどさ、普通の日本の海苔も大好き。ラーメンに海苔が入っとるか入ってなくてかでさ、全然美味しさがさ変わらくない？海苔でラーメンをこう食べた時のあの幸せ。海苔ってすごいですね。お豆腐ないなと思っとったら、お豆腐はもう全力で混ぜた時に潰れとったんよね。豆腐は拡散されていました。別にね、宣伝のためにやってるわけじゃないんですよ。私別に中本さんから何も頼まれてないからね。絵的にいいかなと思って飾ってる。こういう風にね、みんなが見えてた方がみんなが楽しいかなと思って。楽しくはないだろう。これはホットプレートだったらおこげが作れたのね。ではホットプレートで作ればよかったね。チーズもずっとあったかいし。今思いついた。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。蒙古タンメン仲間と辛うま飯避けるチーズコラボ、めっちゃ美味しかったです。あ、2代目って書いてある。50周年ってやっぱりそうか、この方は2代目なんですね。そりゃそうだ。避けるチーズの可能性って無限大だなって思いました。なんか今まで私がもう本当に蒙古タンメン仲間と辛うま飯まあまあ好きで結構食べてて、食べる時は必ずチーズとか卵とか入れてたんですよね。普通のチーズを入れるよりもこの避けるチーズを入れた時の美味しさ段違いです。多分食感がね違うんですよね。ご飯の一粒一粒にめっちゃ絡むし、めっちゃ美味しかったです。でなんか全部コンビニで買えるからいいですよね。蒙古タンメン中本も避けるチーズもコンビニで買ってできるからすごいと思います。ごま、まあ、あれやったらごま油とね韓国のりもね売ってるところ多いかなと思うんでやっていただけるといいかなと思います。まあ両方私が考えたわけじゃないですけど、私も発明したい何か。あ、そういえばさ、私風邪をひいてから辛いものの動画今日が初でしたね。はい、どうでもよかったかな。はい、バズレシピでレンジで作るペペ玉や辛いものの再生リストを貼っておきますので、ぜひぜひ興味のある方は見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。